はいどうも、豚さんです。今回はマッキントッシュという名のちょっとかっこいいクラリオン。こちら知ってる人は知ってると思うんですが、BE レガシーの純正オプション。これ今使ってないんでね、お嫁に出そうかなと思いまして、ちょっとお色直し。それでは早速バラしていきます。ダイソーで便利そうな道具があったんで買ってきてみました。やたらいろいろついてるんでね、ちょっと期待できるかなと思って使ってみます。ちなみに周りに貼ってあるのは銅箔テープです。ノイズカットのために貼ってあるんですけども、多少効果あるみたい。まずは天板を外してピックアップレンズをクリーニングしていきます。ダイソーの200円セット、思ったより使いやすいです。ただちょっと先端の差し込みが緩いですね。ちょっとした分解作業には意外と使えそうです。ちなみに天板はネジ1本外して軽くこじってあげれば簡単に外れます。本来外さなくてもいいんですが、ついでにフロントパネルも外しておきます。側面のネジ2本とボリュームを外してあげれば、あとは爪が引っかかってるだけなんでごっそり抜けます。あちこち爪が引っかかってるんで、下のカバーも外しちゃいました。はい、取れました。裏側はこんな感じになってます。レガシーマッキンの場合、結構液晶の部分のガラスが汚れてたりするんですけども、この緑色の基板を外してあげれば簡単に掃除できます。この辺りに CD のピックアップレンズがいます。アルコールをつけた綿棒でお掃除。掃除して保管してあったんで、予想通りほとんど汚れてないです。パネルの銅箔テープを貼り直していきます。まずはこんな感じ。ちまちま切り抜いていきます。はい、こんな感じになります。ちなみに裏側はこんな感じ。全体を貼り付けるとこんな感じになります。使わない配線の処理をしていきます。転がってた熱収縮チューブで縛っておきます。レガシーマッキンは本来アンプとセットなので RCA の端子はついてないです。これをね、どのアンプでも使えるように RCA にする改造方法を紹介していきます。これアンプ側の配線図なんですけどね、
こんな感じの出力になってます。ここから単純に RCA に振り分けてあげれば音は鳴ります。配線色で表すとこんな感じになります。年式によってこの通りかっていう保証はないんですけどね。もし改造するのであればこの辺はよく調べといた方がいいと思います。最後にボリュームのお化粧直しをしていきます。もうこういう風に白くなっちゃうんですよね。豚さんの場合は一回ラッカーで塗装してるんでね、ネイルリムーバーで除去しちゃいます。黒い部分は特に塗らないのでマスキング。綿棒の頭が穴にぴったりだったんでね、こんな感じに差し込んで塗装台にセット。今回使う塗料はガイアノーツのプレミアムミラークローム。下地をちゃんと仕上げてないんでね、クロームにはならないです。ただ結構金属的な光り方をするんで好きなんですよね。この塗料はエアブラシ専用なんで希釈せずにそのままエアブラシで拭けます。染まりはかなりいいんですけども、クロームにしたいってなるとちょっと扱いが難しい塗料になります。豚さんの場合エアブラシで使うときはもう100均の注射器に移してから使います。今回はクロームにしたいわけじゃないんで簡単に拭いていきます。ちなみに思いっきりクロームに近づけたい場合はできればグロスブラックで拭いた後に鏡面研磨して中華製の安物でないちゃんとしたエアブラシで低い圧力でふわーっとのせる感じで拭いてあげるとクロームに近づきます。今回はだいたいこのくらいの仕上がり。それでも金属っぽさが出ていい感じだと思うんですけど、どうですかね。十分乾燥させてから組み付けていきます。こんな感じに仕上がりました。これトップコート吹いてないんでね、耐久性がちょっと心配なんですけども、やっぱりトップコートを吹いちゃうと色が濁るみたいなんですよね。ただ完全に乾燥した後にラッカーのクリアを塗ることはできるらしいです。その辺は次のオーナーさんに対応していただこうかと思います。ということで豚さんでした。